皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。蜂蜜、メープルシロップ、練乳などパンのレシピでは液体糖分が使われることも多々ありますが、それぞれどんな違いがあるのか気になりませんか？今回は異なる液体糖分6種類でパンを作り比べてその違いを解説します。同じような材料に見えて実は性質が全然違う、非常に奥が深くて面白い実験でしたので、ぜひ隅々までご覧ください。それではどうぞ。今回使用する6種類の液体糖分について軽く紹介します。純粋蜂蜜、マヌカハニー、メープルシロップ、アガベシロップ、水飴、加糖練乳、この6種類です。純粋蜂蜜はスーパーで売っている一番安い中国産の蜂蜜ですね。純粋というのは原料が蜂蜜だけであることを示していて、加糖も精製もされていないということです。マヌカハニーは近年スーパーでも見かけるようになりましたが、蜂蜜の王様との異名を持つ最高級の蜂蜜です。 MGO メチルグリオキサールという強い抗菌作用を持つ成分を含んでおり、他の蜂蜜ではほとんど見られない得意な成分であることが特徴です。そして香りも強烈です。メープルシロップは普通にスーパーで買えるものですね。声優で安かったものを今回使用しました。たまに勘違いしている人がいるようですが、ケーキシロップという名で売られている森永の安いシロップはメープルシロップではありません。それとは違う本物のメープルシロップを今回使用しました。アガベシロップは聞き慣れない方もいるでしょう。こちらはアメリカ南西部やメキシコが原産のリュウゼツランという植物から取れるシロップで、非常に甘味度が高いのが特徴です。ちなみにテキーラもリュウゼツランのシロップから作られるそうですよ。水飴は駄菓子屋さんでよく買ったことがある方もいるでしょうけど、パンのレシピで使われることはめったに見ません。無色無臭で非常に粘度が高いのが特徴です。加糖練乳は言うまでもありませんね。牛乳に初糖を加えて加熱濃縮したものです。以上の6種類を使って実験していきます。純粋蜂蜜は加熱処理されてるのかとか、他にもいろいろ気になるポイントはありますが、より詳しい内容は公式サイトの記事で解説しているので、興味がある方は概要欄のリンクからアクセスしてご覧ください。それでは次に実験で用いた配合の解説について、液体糖分を使用する際にどんなレシピ調整が必要なのかというポイントを含めて解説します。まず今回の基準となる配合がこちら。上白糖 20% と仕込み水 64%、これを基準にしてそれぞれの液体糖分でも糖分量と水分量が同じになるよう調整しました。砂糖からそのまま同じ量で置き換えるだけじゃダメなの？液体糖分は糖分の他に水分などが含まれていて、仮に砂糖20を蜂蜜20にしたら糖分は少なくなってしまいますし、さらに水分が増えるので、仕込み水を減らさずそのままだと総吸水量が増して生地のベタつきにつながります。なので計算して揃える必要があります。揃えた上でそれでも違いが現れれば、それはその液体糖分に特有の性質と言えるでしょう。計算の結果このような配合になりました。詳しい計算の過程や正式な配合表はこれも公式サイトの記事に記載してますので、気になる方はそちらをご覧ください。それでは早速生地を作っていきます。前回の実験と同様にミキシングはパナソニックのホームベーカリービストロにお任せしました。非常に精度の高いミキシング性能を持つので、材料による違いを見るにはうってつけです。油脂入れ前に8分、油脂入れ後に8分、合計16分間のミキシングでどんな生地が出来上がるのか、早速こね上がった生地を比較してみましょう。どれも最終的には遜色ないこね上がりになりました。グルテン膜も見てみましょう。どれも指紋が透けて見えるほどの薄くて滑らかな膜ができます。これといって生地の形成を著しく阻害するようなものはなさそうです。ですが水飴生地だけは生地がまとまってベタつきがなくなるまでの時間が長かったです。手ごねだと結構気になってしまうかもしれません。生地の弾力も他と比べてほんの少しだけ緩いように感じました。マックスのこね具合までこね上げたからあまり目立たないだけで、こねないパン作りではかなり生地感変わってきそうですね。次に発酵具合を見ていきましょう。こちらが最終発酵後の様子です。同じ発酵室内で発酵させたとは言っても、庫内の場所による温度差もあるので、
誤差は生じてしまいますが、誤差のレベルではない明らかな違いが見られました。しっかり膨らんでいるアガベ生地に比べて水飴生地はこの程度しか膨らみませんでした。ですが一次発酵までは水飴生地も問題なく進んでいました。工程の後半で発酵力が著しく低下してしまう現象、これはオリゴ糖やラカントなど酵母菌の餌にならない甘味料を使った時と同じです。実は小麦粉自体にも微量の糖分が含まれているので、工程の前半ではある程度しっかり発酵が進むのですが、あくまで微量なので最終発酵までは残らないのです。そこで餌となるのが材料として加えた砂糖なんですが、ちゃんと餌として機能する糖分を使っていないと餌不足となり発酵力が劣ってしまうわけですね。ということは今回使った水飴の主成分はブドウ糖や麦芽糖など餌になる糖分よりも餌にならないデキストリンの割合が多かったということがわかります。そもそも水飴ってでんぷんを加水分解して作られるもので、でんぷんはブドウ糖分子が大量に連なったものですから、分解が進むにつれて徐々に分子量が減っていき、最後まで分解が進んだものがブドウ糖なんです。そして分子量が少ない状態ほど粘度も低下するので、蜂蜜と同じ水分量なのに水飴の方が粘度がとても強いのは、蜂蜜はブドウ糖と果糖、つまり単糖類が主成分であるのに対して水飴は多糖類であるデキストリンが主成分だからだと言えますね。奥が深いですね。話が少し脱線しましたが、他の生地は餌不足にならず無事に発酵が進みました。それはどれも酵母菌の餌になりうる糖分が主成分だということですね。蜂蜜は先ほど申した通りですし、メープルシロップと加糖練乳は初糖が主成分で、アガベシロップは果糖が主成分です。とはいえその中でも微妙に膨らみに差があるように見えませんか？純粋蜂蜜とマヌカハニー、加糖練乳はメープルとアガベに比べて少し小さいですよね。これらの原因実は同じではありません。ただそれを解説しようとすると、対等性イーストの仕組みやら浸透圧の仕組みやらあらゆる補足が必要になるので、気になる方は公式サイトの記事を読んでみてください。続いて焼き上がりの違いを見ていきましょう。こちらが焼き上がりの一覧です。今回は比較のためあえて全て同じ発酵時間で焼成に移ったので、膨らみが明らかに劣っていた水飴生地は非常に膨らみが悪いですね。だからといって水飴を使うと釜伸びが悪くなるというわけではなく、単純に発酵不足による釜伸び悪化です。焼く前に水飴生地だけ発酵を長時間延長すれば膨らみはもう少しまともになっていたはずです。しかし焼き色も明らかに薄いですね。側面部の焼き色はオーブン内の置き場所によって誤差が出やすいので、上面部の焼き色で比較しましょう。これでも圧倒的に水飴は焼き色薄いですね。これもやっぱり主成分となる糖分の違いによる影響です。さっきから糖の分子量によって性質が変わるとしつこく言っていますが、焼成による着色性も一般的には分子量が多くなるほど低下するのです。この結果から見ても水飴の主成分がデキストリンであることは一目瞭然です。逆に最も焼き色が濃いのは加糖練乳ですね。こちらの主成分は初糖、つまり二糖類なので、単糖類からなる蜂蜜やアガベより濃いのは不思議に思えますが、忘れちゃいけないのが焼き色が生じる化学反応ではアミノ酸も重要だということ。パンの焼き色の元となるメイラード反応では糖分とアミノ酸が結合して褐色物質や香り成分が生まれます。加糖練乳は乳製品ですから乳タンパク由来のアミノ酸が豊富に含まれています。小麦粉の摂取だけでは得られない必須アミノ酸もたっぷりです。蜂蜜、メープル、アガベにも微量ながらアミノ酸は含まれていますが、加糖練乳の足元にも及びません。だからこれだけ差が出たと考えられます。最後に肝心な味や香りについて。まず基本的に焼き色は香りと比例しますから、焼き色の薄い水飴パンは香ばしさが弱いです。おまけに水飴は無色無臭ですから、このパンから香るのは素材の風味と発酵風味だけです。けど良質な発酵が得られていないし、香り高い副材料もあまり使っていないので、あまりいい香りとは言えません。アガベシロップはもともと香りの癖がない材料なので、プレーン味のパンといっても差し支えない風味ではありますが、上白糖のパンとは少し何か違う香りがします。加糖練乳は濃いめのミルク風味が感じられます。パン生地に乳製品を練り込んでミルク風味を醸すのはなかなか難しいことなんですが、
練乳は乳製品の中で最も強いミルク風味をパン生地に付与できると言われていて、確かにその恩恵が感じられました。メープルシロップはしっかり香りが感じられますが、安い純粋蜂蜜は蜂蜜風味がほとんど感じられません。これもプレーン味と言われて食べたらそう信じてしまいそうです。ですがマヌカハニーはしっかり蜂蜜風味が強く感じられます。この違いもやっぱり練り込む前の段階における素材の香りの強さが影響していますね。甘味度の違いについてですが、やっぱり水飴パンは甘みがとっても弱いです。というか無塩減塩パンにも似た味の薄さです。今回の実験で用いた配合は菓子パン生地配合ですから、食塩がとても少ないものとなっています。菓子パン生地って食パンの 4,5 倍近く砂糖が入っているのに、甘さ自体は2倍程度にしか感じませんよね。2倍にすら感じないかもしれません。それは食塩の量が半分以下で甘みの強調効果が少ないからです。白い菓子パンが作りたいからといって砂糖を水飴に変えるだけではダメみたいです。その他の液体糖分のパンはどれも甘さは微々たる差でしかありませんでしたが、メープル、加糖練乳よりもアガベ、純粋蜂蜜、マヌカハニーの方がほんの少し甘いような気がしました。その中でも最初に最も甘いと思ったのはアガベなのですが、マヌカハニーは甘い香りが強いせいか、舌で感じる甘さ以上に全体的な印象として甘く感じました。実際に香りが味を補完する現象は科学的にも証明されており、甘味度の数値だけでは味は語れないようです。味と香りの違いのさらに詳しい解説はもちろん、具体的にどう使い分けるのが効果的なのか、その辺についても公式サイトの記事で解説しているので、ぜひ読んでみてください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。